ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ギルドレイドがスタートしてから3日目を迎えましたが、永遠の種を持っていない視聴者様はおられるでしょうか？カーク信者の場合、永遠の種を持っていないので、大いなる知恵の木の枝を、レベル5までレベルアップできない状態で足踏みしています。大いなる知恵の木には、7種類の枝が存在して、5の倍数のレベルアップをする際に、永遠の種が必要になります。おそらく、数多くの視聴者様がそのことに気づいていると思いますが、慌てる必要は全くありません。なぜならば、金曜日からスタートする週末3日間のボス戦でボスを倒すと、永遠の種をもらえるからです。これは、週末のボス戦で勝利した際に受け取れる資源を、一覧表にまとめた画像になります。この画像を見ていただければお分かりのように、一番難易度の低いボスを倒した際にも、永遠の種を2粒もらえる仕様になっているので、週末のボス戦が終了すれば、ギルドメイトの全員が永遠の種を受け取ることができるのです。ギルドレイドに対する、カーク信者の予想を話すよう。視聴者の皆さんは、この画像を見て、何かに似ていると感じたのではないでしょうか？ボス戦で受け取る報酬は、ペットアドベンチャーのマップごとに受け取る報酬システムと酷似しているのです。つまり、ギルドレイドもペットアドベンチャーを遊戯するのと同じ感覚で捉えれば良いと、カーク信者は考えています。カーク信者のように、ヒーローウォーズの遊戯歴が2年目を迎えているサーバーだと、大半のギルドメイトが、ペットアドベンチャーのマップ11以上で日々の活動を行っています。これと同じ理屈で、ギルドレイドのボス戦も、ある程度の遊戯期間が経過すれば、どのギルドでも、ミニオンレベル125から130の難易度で遊戯が可能になると予想しているのです。比較的新しいサーバーで遊戯をしている視聴者様は、数週間後に、ミニオンレベル115程度で先に進めなくなるかもしれませんが、サーバー番号が30以下で遊戯されている人の場合は、すんなりと、ミニオンレベル130のボス戦まで進めると予想しています。これはあくまでカーク信者の推測になりますが、ゴールドリーグの上位ギルドだと、9週間後には、ミニオンレベル150まで到達してしまうかもしれません。今週はミニオンレベル65のボスと対峙しますが、ギルドレイドのバフ承認でバフを購入しなくても、週末のボスを簡単に倒せるはずです。ただ、ミニオンレベルが130に近づくにつれて、バフ承認でバフを入手しないと、週末のボスを倒せなくなるかもしれませんが、その心配をするのは、早くても来月からになると思います。カーク信者的には、ギルドレイドの肝となる部分は、週末のボス戦だと考えているので、ボスを確実に倒せるミニオンレベルを見極めさえすれば、永遠の種の入手に困ることはないと思います。ペットアドベンチャーのマップ13を何が何でも遊戯すべきだと考えている人が少ないのと同じで、ミニオンレベルも最高難易度の150に固執するようなゲーム性じゃないと思います。それよりも30名のギルドメイトがしっかりとゲームにログインし続けることの方が重要になるのではないでしょうか？カーク信者のこの予想が当たるかどうか、現時点では何とも言えませんが、数週間もすれば明確な結論が出ると思うので、それを楽しみに数週間を過ごす予定です。なお、数ヶ月以内にサーバーがスタートした人たちにとって、今週のギルドレイドの難易度がどうだったか気になるので、コメント欄で教えていただけたら幸いです。ちなみに、遊戯歴が2年目のカーク信者にとって、今週のギルドレイドは、余裕でクリアできる難易度でした。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。